じゃなかったんですけど、はい、第2回ゲスト、はい、かくちゃん来てくれました。皆さんこんにちは。来ました。お父さんの元へ来ました。かくちゃんとも付き合い長いけど、そうですね。もう世界のね B ボーイかくちゃんやで、本当にもう誰でも知ってるね。まあ知らん人もおると思うけど、そうですね。そのために頑張っていきます。まあね B ボーイ界ではもう誰でも知ってるよ。ありがとうございます。でもね B ボーイじゃない人もね見てるからね。そうですね。だからまあそういう人のためにもまずかくちゃんの自己紹介。はいはい、皆さん初めましての方も多いかと思いますが、モータルコンバットヒーローズというチームで活動してます B ボーイかくです。本名角谷直人です。よろしくお願いします。年齢は、今年34歳です。で、まあダンス歴は今年で20年になります。おお、はい、20年です。15歳から。そうですね。なるほど中学校3年生から始めまして、兵庫県西宮市出身でございます。今は大阪に住んで大阪です。なるほど。もう18から僕大阪に引っ越してきまして、高校の卒業式手前からもう一人暮らしを実は結構早かったんですよ。でもずっと一人暮らしで。そうですね。もうずっと一人暮らし一人身でやっております。なるほどね。好きな女性のタイプは？僕は中村アンがいいですね。おお。ブレイキンってモテたいためにやりましたよね。これやったらかっこいいっていうシンプルな話じゃないですか。ヒーローってかっこいいじゃないですか。集団生活とかもしてたよね。やりましたね。いろいろやりましたね。一人暮らしをずっとやっていって経て、でその後に、大阪のフェイスイグジスト B ボーイゴルフと、いたずらしてとかにもやってましたが、ゴルフ君と2人暮らし、でその後にさらに1人追加して、なるほど、ウルトラブレインドっていうものは沢ちゃんという B ボーイとゴルフと3人暮らしもしたりとか、なるほどな。もう本当にファミリーマンションでねみんなでやったりとか、結構ね憧れたんですよ僕実はそういうの。なるほどなるほど。なんか外国の b ボーイの人とかってなんかあるじゃないですか。で家の中で練習してとかって思ったんですけど、誰も練習しなかったですね。練習できるような家でもなかった。まあそうですね。日本はやっぱ難しいですよね。やっぱ一軒家でガレージがあったらできるとかはあるんで。マンションやったやろ。マンションです。それは無理やわ。絶対無理です。怒られるわ3人。はい、横の外国の方に怒られました一回。やったことはね。ドタバタしてうるさいんですけどって言われました方。趣味とかは？今日も行こうかなって思ってるぐらいもうお風呂が好きで、ほんまにスーパー銭湯とか結構行く遠征先でお風呂探して行ったりとかもするぐらい、例えば大阪の人と初めましてで喋って「どこ住んでるんですか?」って「どこどこです」って言ったら「あの銭湯があるところですね」って俺聞いてますからね。めっちゃ好きなんですよ。一番まあフィジカル的にやっぱ体にやっぱいいなっていうのもありますし、無心になれるというか、なんか何も考えずに本当に結構体を回復できる瞬間なんで、本当に自分の生活の中でもう風呂ないとこうやっていけないというか。具体的にブレイキンってどんな仕事をしてんの？やっぱりこう B ボーイってなかなか B ボーイだけで食べていくのって難しいから、これ今若い B ボーイはめちゃくちゃ一番気になる質問やと思うんですけど、立ち踊りの人に比べたらレッスン数も少ないし、いろいろとこうね演出家にもなかなかなられへんし、振り付けの仕事も結構少ないと思うし、やっぱりブレイキンっていうの難しいと思うねや、でもやっぱりみんなブレイク続けていきたいと思ってるけど、かくちゃんはそれを続けてる人やん。はい、僕自身今は平日はまあダンスレッスンを持たせていただいてて、で、まあ、週末になるとちょっと県外に行けたりとかなってきたら、県外でワークショップだったりとか、審査員で呼んでもらったりとかっていうのもやってますけど、今は午前中とかは結構小学校に回って本当にダンスに触れたことない子たちに簡単なステップを教えに行ったりとか、家の近くの中学校にもう3年前からずっとこう呼んでもらったりとかは結構してて、まあ高校卒業してもともと専門学校に入ってもっとダンスをブレイキン以外も頑張ろうとか思ったりとか、中で、まあ、ブレイクダンスっていう一個の自分の武器、まあ、ヘッドスピンっていう武器を持ってて、まあ、その USJ を受かったんで、まあ、そこからはエンターテイナーとして仕事をしてらしたんですけど、そこでやっぱりいろんな人とまあつながっていったっていうのが結構僕の中でこう今でもダンスでまあ
仕事できてるうちの一つかなって思って、あとはあれですね、大阪ならではなんですけど、吉本新喜劇も今でもつながってて、実はこの間も YouTube でしか放送できてない無観客でやったやつなんですけど、エンタメ新喜劇っていうので結構やっぱダンス要素を結構いろんなところに取り入れていってくれてるんで、なんかその中で僕直接呼んでもらったりとか、自分たちの育ててるネクストジェネレーションの子たちをこう紹介し、子役やったら子役でブレイクダンス派手に踊れる子がいるからこの子どうですかとか紹介したりとか、どんどんなんかつながりがまた大きな違うつながりが増えてきて、最近も映画の撮影でこうワンシーンでダンスのシーンで行ったりとか、D リーグも僕も参加させていただいて、構成863、はい、構成863さんで SP ダンサーとして、はい、参加しました。なので結構今はいろんな方向性でアプローチ自分でめっちゃしてて、やっぱ SNS に自分の動きとか出したりとかするのも声かかる一個だったんで、2年前にトルコにサーカスの仕事で行ってまして、それがもう7ヶ月いたんですけど、それは自分のインスタグラムにパッてコメントが来たんですよ。で、あなたのそのヘッドスピンをこっちのサーカスでリゾートホテルの夜にやってるショーがあるんですけど、そのショーでできないかっていうので声がかかったりしたんで、実際こうやって話とかももともとめっちゃ苦手だったんですけど、ちょっとずつこう出るようになってから話す仕事もちょいちょい増えてきたりとかあって、解説の動画を撮ったりとかそういうのをしてますね。っていうので今は主に仕事はマジでブレイキンのみでやってるんですけど、自分だけっていうより次の世代にやっぱこれをバトンタッチというか、どんどん自分がやってる小学校の授業とかももっと増やして、僕一人じゃなくて同じ日に例えば3校ぐらいあったら違う子に紹介したりとか、なんかそういう風にどんどんやっていきたいなってのは思ってますね。なるほど。なんでブレイクやろうと思ったの？出会いは何なの？20年前ですね。中学校3年生やったんですけど、派閥じゃないですけど、僕はこいつの番長の元にいて、その番長がブレイキンやってた親戚に教えてもらって、僕卓球部やったんですけど、卓球部途中でやめちゃってもうやることなかったんで、その子がもうロッポチェアをしたのを見て、うわ何やこのかっこいいのはって思って、それでやったら意外とできたんですよね。僕そういえばヘッドスピン見たことあるなと思って、で3点倒立がむっちゃ得意やったんです。3歳からやったんですよ。何のために？分かんないです。ソファーがあったらそこに飛び込んでね、その止まったところでもうボーっとするのが好きやったんですよ。そのポジションが結構楽やったんですよ。っていうかもう生まれついてのヘッドスピナーやった。多分そうなんですよ。頭もちょっとでかかったし、石頭やし、なんか安定したんですよ。すごいな。その時にあれですよ、めちゃイケで、もう岡村隆史さん VS、ガレッジセールゴリさん、ブレイクダンス対決を見て、もうこれかっこいいと思って、でその時プロレス好きやったんですけど、プロレスラーもなんかリングパフォーマンスでもうLA の状態から足振ってこう立つっていう、コインドロップみたいな、あれをやってるやつがジャッキーちゃんもようやるやつ。いや、そうですそうですそうです。ああいうもうワンシーンがやっぱ残るじゃないですか、ジャッキーがこうやったとか、それと一緒でワンシーンが一生こう出てきて、うわ俺もこれやりたいっていうのでやりだして、ヘッドスピンをノリでやったら1日でドリューガン2周ぐらい回った。マジでまさにやっぱヘッドスピンやるために呼ばれてるよ。でそこでなんかこうブレイクダンスのビデオとかを漁ったりはしなかったの？初めて見たのはバトルオブザイヤーの2000年のなるほどフライングステップスで、日本が早稲田スリーヘルぐらい見て、フライングステップスのロッキンのモノマネ、ロックのめっちゃやばいですよね。なぜそこでそれを入れるっていうぐらい、でも俺らもあれを真似してもう全コピです。できるフライングステップスが優勝してるから、フライングステップスをもう全部。ベニー木本さん大好きになりましたもん。そりゃそうやわな。そりゃそうですよ。そりゃそうやわ。もうそりゃそうです。めちゃくちゃヘッドスピンうまい。いやもうすごかった。鉄拳の曲のやつで、もうあれ見てもう何回も見て、なんじゃこれと思って、いやもうこれかと思って、これが自分の理想としてるヘッドスピンやと思って、衝撃やもんね。もうやばかったです。その前年にオールドスクールナイトでベニー呼んでるからね。そうなんですよね。99ですよね、タフキッドと。いやもうその時代からやっときたかった、会いたかったって思い、でもビデオの中の人やったから、なんかそこに行ったら会えるんやと思って、バトルオブザイヤー行ったなっていう。でベニーに会ったん？ベニーさんは会いましたよ。いつ？
日本でフライングバッハはいはいはい。公演来たりとか、うんその時に僕は気持ちを伝えました彼に。ああ、なんて伝えたの？いやもう僕はあなたがいなかったらもう僕がないっていうぐらいのなんかアフターパーティーでクラブであったんで、もうその時にも気持ちは伝えて、ベニーはなんて言ってた？いやもうありがとうみたいななるほど感じで、っていうか向こうも俺のことも知ってくれてて、なるほどなるほど。それだけ上手な b ボーイになって嬉しいみたいな感じで言ってもらって、もうほんまにその時はもう自分の中でうわこのアフターパーティー行ってよかったって思って。なるほど。オールドスクールナイトをスタートしたはい最初のきっかけは、うん98年に4ステップセットとうんうんうんアクションとかはがい行ったんよ。バトル・オブ・ザ・イヤーに呼ばれて、あでそこで前夜祭でうんうんベニーが踊ってて、あはいはいはいでそれをアクションがビデオで撮って、うんうんほんで日本に帰ってきて、どうやったって聞いて、ほんならめっちゃすごかったですって話と、はいうんそのビデオを見せてくれて、なるほど。エアーの連発するやつなんていなかったし、はいはいはいあんなヘッドうまいやつおらんかって、うんなんじゃこれ、うんうんってなってこいつ大至急呼びたい。大至急そう呼び出し。そうほんで連絡取って、はいベニーその時15歳か6歳よ。ベニーとタフキッドを呼ぶためになんかイベントを作りましょうっていうので、すごいオールドスクール OSL のスタート初めてがすごいですね。だからすごいブレイク色の強いイベントで、強いバトルもブレイクしかなくて、ポップとロックはショーケースだけやった。ああなるほど。そうだから全然今のうわ形とは違う。それ知らんかった面白い。へえ。でみんなでもうベニーとはいタフキッドを囲む会ぐらいのもう日本中からもうパワームーブ好きなやつみんな集まって、ほんでもう最後みんなでソロ回しとかやんねんけど、もうベニーがとかタフキッドがやるためにみんな「おおハイタッチハイタッチ」みたいな感じでそうなりますよね。盛り上がってて、やば。そうなんや。覚えてる。最初に出会ったのは覚えてる？覚えてます。あれやね、中之島。公会堂。ジャパンに思い出に残ってるベスト3。わそう高評価お。チャンネル登録よろしくお願いします。ちなみに僕たちも YouTube やってますので、モータルコンバットライフスタイルもチェックしておいてください。よろしくお願いします。